こんにちは、ミッキーです。今回は東京クリスマスマーケット&渋谷表参道カフェ6選をご紹介していきます。もうすぐクリスマスということで、ミッキーカフェ&ライフが提案するのは東京クリスマスマーケットへの参加。例年は日比谷公園にて開催される日本最大級のクリスマスイベントですけれども、今年は日比谷公園のリニューアルの影響で神宮外苑にて開催。開催は12月25日までですけれども、オリジナルマグカップ付きの前売り券をはじめ、会期ギリギリまでチケットは購入可能なので、ぜひ動画を参考にしつつ参加を検討してみてください。また、今回の企画では周辺のカフェ紹介も合わせて行いますので、クリスマスマーケットの参加前、参加後のひとときとしてもご検討ください。このチャンネルでは、カフェ巡りなど、日常を少し豊かにする情報をお届けします。少しでも応援してくださる方はチャンネル登録をして次の動画も見逃さないでください。ちなみに今回ご紹介するお店の Google マップ位置情報は本動画の概要欄から確認することができますので、実際にお店に訪問する際の参考としてご活用ください。まず、はじめにご紹介しますのは、渋谷からストリーマーコーヒーカンパニー渋谷でございます。こちらは、食べログカフェ100名店2022にも選出されるカフェ好き必見のお店。独立系コーヒー店として多くのお客さんに支持されますストリーマーコーヒーカンパニーさんですけども、こちらはまさにストリーマーコーヒーさんの1号店になっています。過去に私の動画で系列店としましては、川崎のお店ですとか、赤坂のお店もご紹介してるんですけども、個人的に好きなカフェの一つでもあります。こちらの渋谷店に関しましては裏道にあるため隠れ家カフェと思いきやいつも外国人のお客さんで溢れている名店です。他の店に比べてドリンクの値段が少し高く感じる方もいるかと思うんですけども、その理由はとても大きなカップにたっぷり注がれるラテ、そしてラテアートの美しさでございます。実はラテアートの世界チャンピオンであります澤田さんがプロデュースしているお店でございまして、このストリーマーコーヒーカンパニーさんでの店舗経験を経てご自身のカフェを開業されるという方もとても多いと伺っております。実際に私がカフェ巡りをしている中でいろんなバリスタさんとお話をしているんですけども、このストリーマーコーヒーカンパニーさん出身の方もとても多いなという印象です。今映しております通り、そのラテアートが魅力なコーヒーはもちろんのこと、ドーナツやクッキーなど焼き菓子も豊富でございますので、ティータイムにぜひご活用いただきたいというお店でございます。また、こちらの店では電源や Wi-Fi の完備もされていまして、作業用カフェとして使われている方もいる印象でございますので、ぜひそういった場所としても検討いただけるかなと思います。また、先ほど映していました通り、座席もふかふかのソファーがあったりというところでございますので、ゆったりと過ごしながら本を読んだりするのも個人的にはおすすめです。さて、こちらはこの日いただきました定番のストリーマーラテ、そしてミリタリーラテでございます。もしかすると動画では伝わりにくいかもしれないんですけれども、こちらのカップはとても大容量でございますので、ラテをいただきながら思い思いの時間をじっくり過ごせるかなと思います。こちらのミリタリーラテに関しましては、ご覧の通り抹茶とホワイトチョコ、そしてエスプレッソを組み合わせた元祖抹茶ラテになっていますので、ぜひこちらも体験いただきたいです。続いてご紹介しますのはマークトというお店でございまして、同じく渋谷からご紹介です。こちらは2022年4月にニューオープンしたお店でございまして、実は本店が蔵前にあるお店です。蔵前というとカフェの激戦区でございまして、そこでも根強く愛されているお店なので、渋谷でも間違いなく楽しめるお店かなと思います。こちらマークトのコンセプトは Goodies by Good Ones、良い人の作る良いものというところでございまして、マークトの本店で作られました国産小麦使用の自家製パンや焼き菓子、週替わりの定食、旬の食材を使ったアイスクリームなどを提供しています。こちらの施設は渋谷キャストというところの1階にあるため、大変アクセスが良いカフェになっています。またアーティスティックな店内空間もとても素敵になっていまして、窓から差し込む光もとても心地よいので、天気がいい日には読書をしながらご飯をいただくというのも個人的にはおすすめな過ごし方です。ちなみに伺ったこの日も休日のお昼時だったんですけれども、あまり混雑しておらず穴場だったかなと思います。さて、こちらメニュー少し映してるんですけれども、モーニングの時間帯9時から11時まで楽しむこともできますし、ランチの時間帯は11時半から15時まででございます。カフェ利用はもちろんのこと、モーニングやランチタイムにも訪れてほしいお店でございます。
先ほどご紹介しましたストリーマーコーヒーカンパニーさんも近い場所にありますので、例えばマークトさんで週替わりの転職をいただいた後にストリーマーコーヒーさんでラテをいただくというのも個人的にはおすすめな過ごし方かなと思います。また過去に渋谷編でご紹介していますトランクホテルさんも近くにありますので、そちらのバーでまた違った空間を過ごしていただくのもおすすめかなと思いました。またこちらのお店はコミュニティカフェ&マーケットとしても位置づけられていますので、美味しいの背景に確かな理由と物語がある商品や暮らしに寄り添うアイテムなんかも探すことができます。なのでお食事が運ばれるまでの間はこういった商品を一つ一つ確認していただいて、ご自宅用にも楽しまれたいものがありましたら合わせて購入していただくのもいいかなと思いました。ちなみに月に一度はマークトデイというセールも実施されています。これ気になるなという商品を気軽に楽しめる企画でございまして、毎月実施されていますので、ぜひインスタグラム等でそのタイミングを見つつ、今ご紹介しました食料品や雑貨 10% オフでよりお得に楽しんでほしいと思います。またカフェタイムのおすすめとしましては、キャロットケーキやチーズケーキ、そしてプリンなどスイーツが人気でございますので、コーヒー等のドリンクと合わせていただいてほしいなと思います。またアルコール類の提供もございますので、休日のひとときに昼からのアルコールタイムとしてご活用いただくのもいいかなと思います。今回クリスマスマーケット特集ですけども、こちらでランチをいただいた後にクリスマスマーケットに行くと、ちょうど歩きながら消化しつつクリスマスマーケットも楽しめるみたいな感じになるかなと思います。さて、こちらは今回いただきましたマークト定食でございます。週替わりの定食メニューがありまして、インスタグラム等で発信されますので、ぜひインスタグラムを確認した後で訪れてほしいなと思いました。定食はとてもヘルシーでございまして、野菜がたくさん取れる優しい味。例えば食べ過ぎた日とかアルコールを飲み過ぎた日の翌日なんかに体を気遣いたい日もあるかと思うんですけども、そんな日にはぴったりかなと思います。使用している食材は農家さんなど生産者さんから直接仕入れているものばかりでございまして、その時期にしか味わうことのできない旬の食材をふんだんに取り入れていますので、まさに人気の理由がわかるそんなメニューでございました。続いてご紹介しますのは、渋谷駅の近くにありますカヌレドキャンティさん。こちらは渋谷スクランブルスクエアにございますお店でございます。オープンは2023年2月と比較的新しいお店でございまして、過去に私の動画の中では渋谷スクランブルスクエアそこまで多くご紹介してないんですけども、ポールバセットさんなんかもありますので、そちらと合わせてご利用いただくのもいいかなと思います。こちらのカヌレのお店は新潟初のカヌレ専門店でございまして、パティシエ出身のオーナーシェフさんが作ります最大で18種類のフレーバーの中からお好みの味を選べるもっちゃり新食感のカヌレです。フレーバーごとに生地から作りまして、超低温で2日以上熟成させまして2時間かけて丁寧に焼き上げている、そんな魅力的なカヌレでございます。注文は席で QR コードを読み取って行うため、レジで焦らずゆっくり注文することができます。さて、今こちら映していますのは数々のカヌレでございまして、非常にたくさんのフレーバーがございます。軽くご紹介しますと、まずはプレーン、そしてラムレーズン、味噌でございます。他には抹茶やコーヒービーンズの乗っかったカフェ、ヘーゼルナッツ、ココア、塩キャラメル、ほうじ茶、バナナチップスが乗っかったこちらのバナナ、蜂蜜レモンチーズ、最強味噌、黒ごま、ココナッツ、ピスタチオ、アールグレー、黒蜜豆乳きな粉などがございます。この日は季節限定のフレーバーとしまして、桃とバニラがございました。せっかくなので桃をいただいていまして、そちらの様子は後で映しております。このカヌレから選んでいただいてテイクアウトすることもできます。4個セットの場合には1500円で購入することができまして、6個セットの場合には1850円、そして全18種類を収めたボックスに関しましては4000円で購入することができますので、例えばギフト用にカヌレを買っていきたいという方にもおすすめかなと思います。まさに今回の特集の通り、クリスマスに焦点を当てますと、この18種類のボックスを購入してご自宅でクリスマスパーティーを楽しむというのも個人的にはおすすめかなと思ってます。さて、他にもメニューをご紹介しますと、イートインの場合にはカヌチーノというセットもございまして、カヌレをカプチーノにつけていただくようなそんなスタイルで楽しむこともできますので、ぜひ試してほしいです。またカヌレ2種とジェラートとドリンクセットになっているものを購入することもできまして、もしジェラートが気になる方に関しましてはそちらを頼むのもいいかもしれません。その中、この日いただきましたのはこちらのカヌレ2種とドリンクセット1200円のものでございます。私が注文しましたのはプレーンに加えて先ほどご紹介しました季節限定フレーバーの桃です。そしてカプチーノを合わせていただきましたので、先ほどご紹介した疑似カプチーノも実現しております。そしてクリスマス限定で用意されていますのは3種類。一つは抹茶×抹茶チョコ×チョコのメニュー。
2つ目は、いちご×いちごチョコ×いちごのメニュー。3つ目は、ココア×ホワイトチョコ×ラズベリーのメニューになっています。もちろん、こちらもオンラインショップで販売されていますので、オンラインでも購入可能です。こちらがもっちゃり食感のカヌレの様子なんですけども、カットしていただいて、この形でいただくこともできます。さて、こちらカプチーノにカヌレをつけていただく様子になっているんですけども、カプチーノに含まれるエスプレッソの組み合わせがとても美味しかったです。さて、続いては少し場所を移しまして、表参道からジャイルフードユニさんのご紹介です。今映しておりますのは複合型ビルジャイルというところでございまして、ジャイルは5つの箱状のフロアがねじれて渦を巻くように積み重なった外観になっています。今にも回転し始めそうで、意志を持った生命体であるかのような佇まいに引き付けられます。野球ではジャイロボールという表現があるかと思いますけども、そのジャイロを意味する螺旋という意味がこちらのジャイルには含まれています。この建築はオランダの建築家グループであります MVRDV が手掛けておりまして、有機的な建築デザインになっています。そんなジャイルでは全館でサステナブルへという目標を掲げていまして、限りある資源を有効に活用し、環境に与える負荷を軽減することを考えています。自然と人間が健やかに共存しつつ、潤い豊かなライフスタイルが未来まで続いていくことを目指しているという素敵な取り組みでございまして、この施設内の至るところにそんなコンセプトを垣間見ることができますので、ぜひ確認してみてほしいです。この日も今回紹介しますジャイルフードの一角でこういった野菜の販売が行われていましたので、この取り組み自体もサステナブルを意識しているのかもしれません。さて、今回ご紹介するこちらのジャイルフードさん、今ご紹介していましたジャイルの4階にありまして、緑が生い茂り、壁や床には土が練り込まれていまして、テラスには野菜やハーブが育つ菜園もあるという施設でございます。なので、まるで都会にいるとは思えないような生命力があふれるような自然な空間になっています。コンセプトはまさに循環でございまして、様々なものが土から生まれ土に帰っていく。ジャイルフードはその普遍的なサイクルを大切にしながら明日につながる食文化の体験を提供しているようでございます。中でも屋内の特徴的な椅子はオブジェのようで、角度によって様々な表情を見せてくれるような工夫がなされています。こちらのコーナーに関しましては、建築家でございます種剛さんが国内で初めて手掛けたレストラン空間でございます。種さんはフランス政府公認の建築家でもございまして、フランスを中心に活動されている方でございますので、国際的にも認められている建築家の方がわざわざこちらの表参道の一角にこういった空間を手掛けてくれているのはとても嬉しいポイントですよね。さて、そんなジャイルフードさんの中にありますのがユニというカフェコーナーでございまして、バリスタが丁寧に入れる自家焙煎のコーヒーやランチのデリプレート、日常に寄り添ったメニューを楽しむことができるカフェデリバーでございます。今映しておりますカウンター正面にあるピラミッド状のボックスベンチがまさに特徴的でございまして、インスタグラム等で知っていた方も多いかなと思います。こちらのボックス型のベンチに関しましては、自由に座ってカジュアルにお茶や軽食を楽しむことができます。さて、少しだけユニさんのドリンクメニュー等をご紹介しようと思うんですけども、まずドリンクとしましてはコーヒーが特におすすめになっていますので、コーヒーメニュー注文してほしいなと思ってます。この形で焼き菓子の提供もございまして、カヌレの販売もタイミングが良いとありますので、カヌレとコーヒーをセットでいただくのもいいかもしれません。他にも今回私がいただいたような健康的な定食メニューもございますので、ランチタイムにはこちらを注文するのがおすすめかなと思います。あとはアルコール類ですね。ビールの提供がございまして、ビールの種類も豊富でございました。さらにドリンクに関しましては、コーヒー豆を選ぶことができたりとか、あとはミルクをソイミルクやオーツミルクに変更できたり、デカフェに変更することもできました。さて、こちらご覧いただきましたカレー&ライスのセットとアイスラテ、そして奥側にはデリセットを注文した様子を映しています。カレーも結構ボリューミーでございまして、値段はそこそこするんですけども、食べ応えはたっぷりかなと思います。また、この施設のコンセプト通り、しっかりと野菜を使っていただくことができていますので、ヘルシーにいただけるのもおすすめなポイントです。今回土日に伺ったんですけれども、土日でも少し並べば入ることができましたので、施設自体の広さも相まって、個人的にはおすすめなスペースだったかなと思っています。東京観光に来られた際には東京らしさを十分に感じることができるという点もおすすめなポイントかもしれません。続いてご紹介しますのは表参道から虎屋アンスタンドの北青山店でございます。室町時代後期の京都で創業し、5世紀にあたり和菓子屋さんを営んできた老舗虎屋。
そのトラヤさんが2003年に新たなブランドとして誕生させたのがこちらのトラヤカフェです。トラヤが作るもう一つのお菓子をテーマに、あんを使った様々な商品を提案されています。実はトラヤあんスタンドとしましては、新宿編でもご紹介していますので、そちらをご覧になられた方もいるかもしれません。ただ、こちらのトラヤあんスタンド北青山店に関しましては、2階席がございまして、ゆったりと過ごすことができながら、トラヤの新たな提案を試すことができますので、そこはとてもおすすめなポイントかもしれません。先ほど申し上げました、トラヤが作るもう一つのお菓子の代表格が瓶に入ったあんペーストでございます。あんペーストはもっと気軽にあんを楽しんでほしいという思いから誕生しておりまして、お菓子としてだけではなく、あんが私たちの生活の一部に溶け込むような商品を作りたいという思いで試行錯誤の上生まれています。当時の開発担当者の方は、ふとあんを知らない海外の方から見たら、あんは小豆のペーストだとひらめきます。ペースト状にしたあんならば、お客さんにもっと気軽にあんを楽しんでいただけるのではないか。そこからあんペーストの開発がスタートしたようです。先ほどから映しています通り、こちらの2階席は比較的席の数も多かったですし、観葉植物として置いてありますエバーフレッシュを眺めながらスイーツを楽しめるので、とてもおすすめな空間でございます。また1階席にあります壁に描かれた立派な虎の絵に関しましても、スタイリッシュでアーティスティックな空間を作ってくれています。そして今ご紹介したようなあんペーストに関しましては、複数の種類が店内でも販売されていますので、このカフェの空間で試した上で気になった場合にはご自宅用に購入されるのもおすすめかなと思います。この後ご紹介します通り、この日はあんトーストをいただいているんですけれども、他にもあんの風味をしっかりと感じることができます白玉餅を合わせたトラヤあんスタンドのおしるこをいただくこともできます。そのおしるこに関しましては、こしあんを使いつつとろみをつけて香ばしく焼いた白玉餅を浮かべたメニューになっていまして、あんのすっきりとした甘さと後味の良さが特徴になっているということでございました。基本的にこちらで提供されるメニューに関しましては、先ほどからご紹介していますあんペーストをベースにしたたくさんのメニューがございますので、ぜひ吟味していただいて、今回私がいただいたようなあんトースト以外にも試してほしいなと思います。さて、こちら、この日はあんトーストに加えてほうじ茶をセットでいただきました。あんトーストに関しましては、期間限定の味でございます和栗をいただきまして、一口サイズのパンと組み合わせたあんの味を試すことができました。さて、続いても表参道から表参道バッカスさんのご紹介です。こちらはカジュアルで居心地の良い本格的地中海料理店でございまして、スペイン料理好き必見のお店になっています。ワインメニューは40種類取り揃えておりまして、ワイン好きの方にもおすすめなお店です。今映しておりました大人気のテラス席は昼も夜も予約必須。テラス席であればペットも可能でございますので、大好きなペットと一緒に食事を楽しむこともできるかなと思いました。とにかくコスパよく手軽に地中海料理を楽しむことができまして、女子会などの大人数利用、そしてデートにもおすすめでございます。夜にはコースメニューの提供もありまして、アヒージョとパエリアがつきます全10品目に加え、2時間の飲み放題がついたスペインコース。なんと5500円でいただくことができまして、コスパも抜群でございますので、ぜひお試しいただきたいです。12月23日から25日はクリスマス限定のコースもございまして、今この動画を撮っています12月13日現在は予約の空きもまだございましたので、気になる方は予約を検討してみるのもいいかもしれません。さらに女性限定ではございますけれども、5000円の女子会コースというものもありまして、こちらは先ほどご紹介した人気ナンバーワンのスペインコースと比べましても遜色ない様子でございましたので、こちらもおすすめかもしれません。さて、今メニュー表を映しているんですけれども、先ほどご紹介しましたワインのメニューがとても豊富でございますし、ピンチョスと言います小さく切ったパンに少量の食べ物が乗った軽食をいただくこともできますので、ちょっとずついただきながらワインをたしなむという楽しみ方もできるのがこちらのお店の特徴でございます。もちろんステーキ等の大容量のメニューを楽しむこともできますし、あとはデザートとしましてバスク風のチーズケーキを中心にいただくこともできますので、カフェタイムにもおすすめです。さて、こちらはこの日いただきましたスペイン産生ハムとパルミジャーノのサラダバルサミコドレでございます。贅沢に生ハムを使っていただくことができますので、サラダとしてもとても満足感たっぷりでした。こちらはチーズオムレツでございまして、とろっとかかったチーズが魅力的なオムレツになっています。切っていただきますと、このオムレツのふわふわとした感じも楽しむことができますので、過去にご紹介しました大葉カナルさんのオムライスが好きな方はこちらも気に入ることができるかなと思いました。こんな感じで先ほどご紹介しましたコースメニューもおすすめですけれども、一つずつアラカルトで注文いただいても結構満足感はたっぷりかなと思っています。さて、こちらが特におすすめなエビの海鮮パエリアでございます。
値段は3080円でいただくことができまして、こちら1つで2人分楽しむこともできるかなと思いますので、2人で訪れていただいた場合には、パエリアをワイン等と組み合わせていただいて楽しみつつ、今回注文しなかったんですけども、アヒージョと合わせていただくのもおすすめかもしれません。さて、最後はお待ちかね、東京クリスマスマーケットのご紹介でございます。こちらは外苑前で開催されていまして、会期は2023年の11月23日から12月25日までとなっています。個人的には夜に楽しむのが好きなので、今回夜に訪れていますけれども、会期中は昼間の11時から21時30分まで営業されていますので、ご都合のいいタイミングで訪れてほしいなと思います。例えば昼に訪れた場合に関しましては、その日は渋谷、原宿、表参道、外苑前あたりを楽しんでいただきつつ、最後にご紹介しました表参道のバッカスで夕食をいただくのもいいかと思いますし、逆に昼間はジャイルさんのような表参道の人気スポットを訪れつつ、最後夜にこちらの東京クリスマスマーケットを訪れるのも個人的にはおすすめです。冒頭にもご紹介しましたけれども、こちらの東京クリスマスマーケットは例年は日比谷公園にて開催されています。日本では最大級のクリスマスイベントでございますので、ぜひとも一度は体験してほしいようなイベントでございます。今年は日比谷公園のリニューアルの影響で今回神宮外苑にて開催されていますので、もしかすると神宮外苑で楽しめるのは今年だけかもしれません。開催は12月25日までとしていますけれども、オリジナルマグアップ付きの前売り券を含め、会期ギリギリまでチケットは購入可能な様子でございまして、この動画を撮っています12月13日現在でも、12月14日から12月25日までの期間、いずれも購入可能でございましたので、もし気になった方は、この動画を見た後に、前売りチケット購入してほしいなと思います。実際に私も、これは11月25日に訪れているんですけども、前売り券を購入せずに当日券でも入ることができました。ただ結構混みますね。この日はとても天気が良かったんですけども、仮に雨天時でも開催されますので、その辺はご安心いただけるかなと思います。ただやっぱり寒いので、カイロ等を持っていかれるのが個人的にはおすすめです。料金を軽くご紹介しますと、大人・中学生以上は平日1000円で土日祝日は1500円になっています。子供は500円です。ただ、会期に関しまして、12月23日から12月25日までに関しましては、大人2000円、子供1000円になりますので、その点はご注意ください。今回、外苑前で開催されているこちらのコーナーに関しましては、過去最大規模になっていまして、昨年よりエリア拡大していますので、昨年ちょっと混んでるなと感じた方でも、少しゆったりと過ごすことができるかなと思います。私の印象としましても、飲食店の並び具合は変わらなかったものの、座席はすんなりと取ることができたなと思っています。カフェチャンネルをやってるということもありまして、個人的にはフードがどうしても気になってしまうんですけども、ヨーロッパ風のクリスマスオーナメントなどの店舗が並んでいまして、ご自宅用に購入いただくのもとてもおすすめでございます。本場ドイツのイベントを丸ごと再現しているということでございますので、そういった雰囲気も含めて写真に収めてほしいです。さて、今映しておりますのは、グラックさんというお店でございまして、いろんな店舗があったんですけども、今回はこちらでメニューを注文していただくことにしました。個人的にはこのチュロスがとてもおすすめでございまして、他にもたくさんチュロスのお店あったんですけども、いろんなフレーバーが楽しめるというところにも控えて、こちら注文しました。さて、こちらはこの日いただきました、アップル&マンゴーのグリューワイン、ホットアップルジンジャー、ロングチュロスの宇治抹茶、ロングチュロスのチョコシュガー、そして坊っちゃんかぼちゃの丸ごとグラタンでございます。このグラタンはいい意味でとても満足感たっぷりな食べ応えでございましたので、ちょっと値段がするので敬遠されがちなんですけども、個人的にはとてもおすすめでございます。せっかくなので東京クリスマスマーケットのおすすめスポットをご紹介していきますと、冒頭でご紹介したクリスマスピラミッドはもちろん押さえてほしいですし、一つ一つ写しておりました木の小屋、そしてハートのリースがおすすめでございますので、ぜひ写真等に収めてほしいです。以上、今回は東京クリスマスマーケットをご紹介しつつ、おすすめな渋谷カフェや表参道カフェをご紹介させていただきました。本当はもうちょっと早く動画をご紹介したかったんですけども、なかなか準備が間に合わなくてこのタイミングになってしまいました。ただ、まだ会期は残されていますし、ぜひともこの動画を確認していただいて、クリスマスマーケットと一緒に渋谷や表参道のカフェも楽しんでほしいなと思いました。他にも私の過去の動画の中では渋谷の特集をしていたりとか、表参道の特集もしていますので、そちらも参考にしていただきつつ、ぜひコロナ禍から抜けて十分に楽しむことができますクリスマス。今年こそは満足感たっぷりな過ごし方をしてほしいなと思いました。また、クリスマスマーケットに関しましては、その日だけの催しもありますので、ぜひ公式ホームページとも確認していただきたいです。以上、ミッキーでした。ありがとうございました。